今日はこいつかな 16mmF1.4 でいこうと思います。最近買ったんですけども、まだ室内のね撮影用でしか使ってないので、これで撮ろうと思います。でボディはね、手ブレ補正なくても、スナップ撮影であればね大丈夫だと思うんですが、せっかく最近 α6500 手ブレ補正がある方ですねを買いましたので、こっちでいきましょう。意外とあったかいね。ほんで今日はこっちのまっすぐ行ったところにアメリカの特許庁とかデカめの裁判所とかがいっぱいあるエリアがあるんですよね。とりあえずそこに行って写真を撮りつつ、どっかでねお昼ご飯買って、お昼にしようかなと思います。見てください、このサドルの高さ絶対乗れないよ俺、こんなん。あれが連邦裁判所ですね。ユナイテッドステイツコートハウス。ちょっと天気あんまり良くないですけども、スーパーに行ってね、お昼食べるものを買おうかなと思います。袋がでかいなうわ、雨降ってきたんでやめます今買ったねお昼ご飯を家で食べたんですけども、どうやら晴れてるっぽいのでもう一回取りに行きたいなと。行き先はねやっぱりキングストリート、すごいおしゃれなんで、またねそこに行きます。本日2度目の外出でございます。キングストリートに着きました。もうここに来れば間違いないね。ミニが似合うね、この街は。こっち側が日陰になってて、あっちがね光と影がちょうどよく混ざってるんで、あっち側に行きましょう。ストリートをスナップするときは光をね探し求めた方がいい写真が撮れるんでね。また結局先っちょまで来ちゃったんで、後でねこれに乗って帰ります。じゃあバスで帰ります。今日でアメリカに来てからだいたい2週間ぐらい経ったのかな。ようやくねこっちの生活にもちょっとずつ慣れてきたんですが、お風呂以外はね、そんな話は置いといてレンズの話をしましょう。でこのシグマの 16mmF1.4 は結構有名なレンズだと思ってて、ソニーの APS-C カメラを使ってる人であれば結構気になってる方も多いと思うんですけども、自分で使ってみてやっぱり本当にいいレンズでした。
このレンズの特徴としては、簡単に言うと広いのにぼかせるっていうところがまず一つ大きな特徴かなと思っていまして、このレンズじゃなきゃ撮れない写真っていうのは、例えばこの写真とかかな、BMW のねエンブレムを撮ってみたんですが、これ F1.7 で BMW のエンブレムにフォーカスを合わせて後ろをこうスーッとぼかしてみたんですが、やっぱりこういう写真は広角じゃないと後ろの背景まで入れ込むってことがなかなか難しいので、このレンズじゃなきゃ結構撮るのが難しい写真の一つかなと思います。望遠でもね結構後ろに引いて撮ればいいんですが、そうすると間に人が入ってしまったりすることも多いですし、手ぶれの心配とかも結構出てきてしまうので、このレンズだと撮りやすいですね、こういう写真は。でもちろんぼかせるっていうのは特徴の一つなんですが、それ以外は絞った時の解像感もやっぱりいいというのが特徴ですね。例えばこの写真は実は結構強気にクロップしてて、撮影時はこんぐらいの画角でいいかなと思って適当に撮ったんですが、実際家帰ってみるともうちょっと近づいてクロップしたいなということで思い切ってクロップしてみたんですが、これぐらいクロップしてもYouTube に載せるぐらいであれば全然問題ないですし、このレンガの質感というかそこら辺もしっかり残ってるので、やっぱりこの辺の解像感みたいなのはこのレンズの一つのいいところかなと思います。この YouTube がね 4K で撮影しているので完全な解像感を皆さんにねお見せすることはできてないんですけれども、それでもやっぱりライトルームで見ても十分綺麗なので。あとはこの最初のパラソルの写真ですね。これ僕結構好きな写真なんですが、この写真撮った時結構曇ってたんですよね。で曇ってると光が結構白みがかってしまって、なかなかこのパラソルの色が出にくいんですよね。ただ家に帰ってライトルームでこの黄色の部分をグッと持ち上げてあげたら、しっかりこのパラソルの綺麗な色が浮かび上がってきて、階調崩れもほとんどしてないです。レンズだけじゃなくてね、このボディの性能もあったかもしれないんですが、この2つの組み合わせでしっかりパラソルを入れながら色もしっかり出すと、ある程度いいレンズじゃないと結構難しいのかなと思ってます。あと皆さんが多分気になってるのは、このレンズ手ブレ補正がないけども手ブレ補正ないボディでもしっかり使えるのかっていうところを多分気にされてる方が多いと思うんですが、写真に関してはもう全然気にする必要ないかなと個人的には思ってます。手ブレ補正がない時にどれぐらいのシャッタースピードで撮影すれば手ブレが起きないのかっていうのは実はざっくりと計算できまして、確か焦点距離の2倍分の1で撮れば実質手ブレは0とみなせるんですよね。でこのレンズの場合だとだいたい50分の1かな、50分の1ぐらいで撮れば手ブレはほとんど発生しないので、そこは安心かなと思います。で今日は写真メインだったんですが、動画に関しても後でこのレンズと α6400 の手ブレ補正がない組み合わせで、Vlog というかねレビューも後で撮ろうと思いますので、動画撮影が気になっている人はそちらの動画をお待ちください。ちなみに今回気づいた方もいると思うんですが、この α6500 の上にこの Osmo アクションをこの上に乗っけてこんな感じで撮影してきました。でこうするとスナップ撮影の前後が見れるので結構面白い動画が撮れます。編集する時に結構楽しいので僕は最近これにハマってます。そして次回はですね、10-18mm の広角レンズとこの 56mm の F1.4 単焦点レンズですね、これを使ってワシントン DC の方をぐるぐる散歩してきたというか観光してきたので、次回の動画もまたよろしくお願いします。ではまた。